はいどうも M クライズです。突然ですが、プラモデルを塗装するとき、パーツの洗浄ってちゃんとやっていますでしょうか？ぶっちゃけランナーから切り出してそのまま塗っちゃダメなの？洗うのめんどくさいんだけどって思う方も多いですよね。結論から言うと、そのまま塗るのは絶対に NG、大失敗の元になります。今回はなぜ塗装前にパーツ洗浄が必要なのか、その恐ろしい理由と超簡単な洗浄方法をサクッと解説しますので、この動画最後までご覧いただければと思います。ということで、ガンプラテクニック講座、今回のテーマはこちら、パーツ洗浄の重要性についてです。はい、まずはパーツ洗浄が必要となる理由を簡単に説明していくんですが、理由としては大きく3つあります。まず1つ目がパーツ洗浄が必要な最大の理由、それは離型剤がついているからです。プラモデルは熱で溶かしたプラスチックを金属の金型に流し込んで作られます。その際、固まったパーツが金型からスルッときれいに外れるように、あらかじめ金型に油のような薬品が塗られています。これが離型剤と呼ばれるものです。最近のキットは優秀なので昔ほどギトギトはしていませんが、目に見えないレベルで確実に離型剤は残っています。油の上に水や塗料を塗ったらどうなるのか想像つきますよね。塗料を激しく弾いてしまったり、一見きれいに塗れたように見えても、マスキングテープを剥がした時に一緒にベリッと塗装まで剥がれてしまう原因になります。日常的なもので言いますと、フライパンに油を敷いているようなイメージを持っていただくと分かりやすいかと思います。次にパーツ洗浄が必要な理由2つ目としましては、皮脂とプラスチックの粉です。ニッパーで切り出したり、合わせ目消しをしたり、ヤスリがけをしたり、工作している間にパーツには大量のプラスチックの粉末が付着しています。さらに人間の手からは常に油分が出ています。ベタベタ触ったパーツの表面は実は油と粉でコーティングされた最悪の状態になっています。この上から塗装すると、塗料の中にゴミが混ざって表面がブツブツになったり、塗料の密着力が著しく低下してしまいます。最後に3つ目の理由としましては、作品の耐久性です。パーツ洗浄をサボって塗装した模型は完成直後は綺麗に見えても、ポージングを変えようと関節を動かした時や、ちょっと爪が当たっただけでパキッと塗装が剥げてしまうことがよくあります。せっかく何時間もかけて作った作品が触るたびに剥げていくのは精神的に辛いものがあります。パーツ洗浄は苦労して塗った塗料をパーツにがっちり定着させるための絶対に必要な下地作りになります。パーツ洗浄が必要な理由は分かったけど、やっぱりめんどくさそうという方のために一番簡単な洗い方を紹介します。用意するのはこの3つだけです。まず1つがこちら、何の変哲もないただの水になります。そしてこちら食器用の洗剤になります。こちら種類については特に指定はありませんので、皆さんの手元にある食器用洗剤で結構です。そして何よりズボラなモデラーにとって必需品となりますのがこちら、超音波洗浄機になります。こちら超音波洗浄機につきましては、この中にパーツを入れまして、水を入れた状態で電源を入れていただくと、中に超音波によって微弱な振動が発生します。その振動によってパーツについている油分や余分なプラスチックの粉などを浮かせて洗浄することができます。ただ大きめの超音波洗浄機を持っている方は問題ないと思うんですが、この超音波洗浄機に入りきらないぐらい大きいパーツを洗浄するときにつきましては、市販の歯ブラシを使って洗っていただく形になります。はい、ではここから実際にパーツ洗浄の方を行っていきます。まずは超音波洗浄機の中に今回洗うガンプラのパーツをこのように流し入れていきます。はい、では大きいパーツ以外全てのパーツが入りましたので、ここから水道水の水を投入していきます。だいたいパーツがひたひたになるぐらいまで入りました。ここから最後仕上げにこちら食器用洗剤を少量流し入れていきます。入れましたら軽く手で混ぜていただくと洗剤がいい感じに水に溶けてくれますので、この状態で洗浄をかけます。超音波洗浄機の蓋を閉めて
スイッチを押します。あとはこちら超音波洗浄機が自動で洗浄の方を行ってくれますので、洗浄が終わるまでこのまま待機します。はい、ではこちら1回目の洗浄が終わりまして、超音波洗浄機本体とパーツに付着しました食器用洗剤を水道水で洗い流してきました。はい、ここから2回目の洗浄ですね。仕上げのすすぎ洗浄の方を行っていきます。再度水道水を満タンまで入れまして、すすぎ洗浄になりますので、今回は食器用洗剤抜きでこのままの状態で洗浄の方を行っていきます。はい、ということでこんな感じでパーツ洗浄の方が終わりました。あとはここから完全に水気が乾燥するのを待ちまして、塗装作業に入っていきます。はい、ということでここまでパーツ洗浄の重要性と簡単なやり方について説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。このパーツ洗浄という一手間をかけるだけで塗装のしやすさと完成度が劇的に変わります。次からは塗装するときはぜひパーツを洗ってから挑戦してみてください。また今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。皆さんはパーツ洗浄いつもどうやっていますでしょうか。自分はこう洗っているというアイディアがあればぜひコメント欄で教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。以上 M クライズでした。